今回の道の駅巡りは滋賀県に向かっております。滋賀県の道の駅は残り5駅です。今回巡ります道の駅は竜王町にあります道の駅竜王鏡の里からスタートしました。そして続いて向かいましたのが同じ竜王町にありますアグリパーク竜王です。竜王産いちごを使ったクレープが本当に美味しかったです。竜王町を離れまして続いては東近江市にあります北永源寺源流の里に向かいました。ここではお茶とこんにゃくがとても美味しかったです。そして同じ東近江市にあります愛とマーガレットステーションに向かいました。ここは洋風の建物が綺麗でした。そしてシャモご飯がですねとても美味しかったです。続いてはこの日最後の道の駅となります高良町にある道の駅せせらぎの里高良へと向かいます。それでは参りましょう。右出れそうか。やっぱやめとこう。よいしょ。でも有権はもっと向こうやね。いやあっちか。道の駅愛とマーガレットステーションを出発しまして、次がですね最後の駅になります。名前忘れちゃったここら辺に違うテロップかなんかで書いておきます。甲賀の里違うな、まあいいや。で次の道の駅がですね今日の道の駅巡り最後の道の駅となります。順調に回れまして5駅ですねしっかりと回ることができました。その代わりですね観光的な要素がやっぱりなかなか難しいんですよね。しっかり回るとなると観光が難しくなるので、観光をすると道の駅が回れなくなるのでなかなかもどかしいところではあります。やっぱり道の駅巡りにつきものなのは観光網ということだと思いますので、観光と道の駅をですね今度は一緒に合わせたような形でですね全ての道の駅近畿のですね全ての道の駅が回り終わった後でですねまた新しい形での道の駅を回ってみようと思います。この先の道の駅もそれほど離れていなくてですね約20分ほどで到着することができます。この道の駅に行きますと滋賀県の道の駅がですね残りが1駅になるんですけども、最初の方で言っていた通りですね最初の方というのは多分一番このシリーズこの日の一番最初の動画っていう感じになるんですけども、言ってた通り愛の土山というところになるんですが、そちらの方はですね今は営業していないということで、行ってもですね道の駅には行くことができるんですけども何も買うことができないということになってしまいます。で以前にですねその道の駅も実は立ち寄ったことがあって、ただもう営業時間ギリギリでなんかね物とか売ってなくて、改めて来ようと思ってたらまたですねしばらくリニューアルのため営業しませんみたいな感じになっちゃったので、その道の駅はまた営業開始になってから行くことにしまして、滋賀県の道の駅がですねとりあえず次の駅で最後になります。次の道の駅はせせらぎの里高良を目指しているわけなんですけども、これまでの道の駅は東近江市の道の駅を2つ行ってきたんですけども、この先がですね高良町に入っていきます。高良町はですね歴史的に多くの偉人を輩出している町でして、
戦国時代の武将でですね、築城の名手として知られているのが東堂高虎です。東堂高虎はですね、この高良町出身なわけなんですけども、熊本城とかですね、二条城とかですね、有名な多くの城の築城に関わっていますし、またですね、日光東照宮の大蔵大を指揮したですね、江戸時代初期の大工棟梁である高良豊後の森宗弘もですね、この高良町の出身ということです。他にもですね、古東三山の一つである西明寺がありまして、国宝に指定された本堂と三重塔がですね、見どころという風になっております。ちなみに話の途中に出てきた古東三山というのはですね、滋賀県の古東地域に位置する3つの天台宗のお寺で、西明寺、金剛輪寺、百済寺の総称です。日本の紅葉名所100選にも選ばれていて、秋に行くとですね、美しい紅葉が楽しめると思います。このまま国道370じゃこのまま国道307号線をですね、北上していきます。愛荘町に入りました。はい、ここからですね、高良町に入りますね。道路の工事をしてるんで、大きい国道なこれでですね、もう道の駅、次の道の駅の看板が見えてきまして、次の道の駅がですね、せせらぎの里高良ですね。おお、まもなくですね、道の駅せせらぎの里高良に着きます。国道307号線からちょっと外れたところにあるんですかね。でもやっぱり交通量が多いところにある道の駅ですね。あったあった、せせらぎの里高良が見えてきましたね。広そうな道の駅ですね、これ。はい、到着です。道の駅せせらぎの里高良です。あっちが求めれるのかな。あっち求めれる。まあこっちでいいか。あの辺とかやったら大丈夫か。広いね。広道の駅やね。どういったらいいんですか。これパクッといった方がいいですかね。いや、これパクッ
これ行きにくいよな。どこも似たようなもんかなと思うけど、最初で食べたところとまた味が全然違う。はい、最後の道の駅ですね。せせらぎの里コーラに行ってきまして、購入したのね。ちょっともう保護のためにですね、これがついちゃってるんですけど、コーラのですね、この道の駅と彦根の酒造会社さんが協力して作ってるっていう彦根ビールですねを1個買ってきました。こちらの方はですね、3種類ほどありまして、そのうちの1つを選んでみました。でこれはもちろんビール飲んだら帰れなくなっちゃいますので、家に帰ってから飲んでみようと思います。それとですね、オリジナルプリンですね。UND のプリンとか出るのかな、運動のプリンUND のプリンというところだと思います。でこれがですね、道の駅せせらぎの里コーラで作られているプリンということで、こちらの方を買ってきました。でこちらの方もですね、今現在ですね、お腹がパンパンで破裂しそうですので、保冷剤もいただきましたので、家に帰ってから食べることにします。道の駅せせらぎの里コーラで買ってきました。こちらですね、道の駅せせらぎの里コーラと彦根ビールですね、共同で作っています道の駅限定コーラのですね、地ビールというところになります。こちらの方ですね、飲んでみようと思います。3種類ぐらいあったんですけど、僕が買ったのはですね、黒豆ベールを買ってきました。はい、ついてみました。このような感じのビールになっております。ちょっと色濃いめですかね。はい、いただいてみましょう。うまい。これですね、苦味が控えめなので、苦味が強いビール苦手な人も大丈夫ですし、飲んだ後にですね、黒豆の風味がですね、ふわっとします。やっぱり地ビールはそれぞれの土地で味が違いますので、その土地に行ったらですね、飲んでみる価値のある一品だと思っています。ビール好きの方だったらですね、ぜひ道の駅せせらぎの里コーラにはですね、3種類ぐらいこのような地ビールが売っていますので、試してみてください。こちらの方のプリンです。はい、このプリンはですね、道の駅オリジナルと書いてありましたので、このプリンを買ってきました。うののプリンっていうんですかね、 UNO のプリンっていうんですかね、ちょっとその辺は分かんないんですけども、こちらの方を買ってまいりまして食べてみましょう。こんな感じのプリンでですね、表面固めのやつですかね。食べてみますね。しまった、わかるかな。こうちょっと硬いんですよね。戻しちゃいましたけど、こちらの方のプリンですね、いただいてみましょう。しっとり系じゃなくてしっかり系のプリンですね。焼きプリン系が好きな人は美味しいんじゃないかなと思います。プリンの甘みとですね、カラメルの苦みがよくあって、とても美味しいプリンです。コーラの方でですね、プリンが好きな方とかですね、ぜひ
ゴーラオリジナルプリン試してみてください。はい、ということで今回の道の駅はですね、この道の駅が最後になりましたので、ここからですねまた帰ります。これで滋賀県の道の駅巡りがほぼ済みました。残る一駅な県がですね2つもできてしまいましたが、こればかりはですね仕方がありませんので、またおいおい行ってみようかと思っております。ここまでかなりの数の道の駅をですね回ってきましたけど、道の駅にはそれぞれでいろいろな顔があって面白いなと思います。好きな道の駅はですねその人によっては違うとは思いますけども、またですね近畿の道の駅が回り終わったらですねおかわりしたい道の駅みたいなところはもう一度行ってみようとは思います。この先ですね、次の道の駅は時間が取れたら福井県の道の駅ですねに行ってみようと思います。福井県もね半分ぐらいは回ってるんで、ちょっとね往復するのがちょっと大変になってしまうっていうところがありますので、福井県がねちょっとすぐにっていう感じにはならんのかもしれないんですけど、なるべく福井県をですね全て回っていこうと思います。京都ってなってたね。京都ってなってたね。Shut